なんだか最近寝覚めが悪くてすっきりしないな。夢見が悪いせいかな。大変だね。どんな夢見たの？成績がものすごく悪化してテストが全部0点になって勉強全然わからない夢。うわでも夢占いのサイトに書いてあったけど、嫌な夢を見たら現実では逆の結果になることも多いらしいよ。へえ、本当に？だから成績が下がる夢ってことは、これから逆に成績が上がる予兆ってことだね。それならまあいいか。夢占いって面白いね。夢占い師マーヤちゃんがさっきの見た夢を解説してあげるぞよ。陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。じゃあこの前見た大きなサメに食べられちゃう夢は？怖い。そんな夢見てたの？でも大丈夫。サメに食べられちゃう夢はズバリサメの捕食者になる予兆。つまり今夜の献立はフカヒレにキャビア確定だね。いや、どんな献立なのよ。しかもキャビアってチョウザメの卵だけど、あれってサメじゃないからね。あれ、そんなことより他にどんな夢見たの？他には地面に埋もれて身動き取れなくてそのまま苦しむ夢とか。それは簡単だよ。ズバリ自由に大空を飛び回る予兆。きっと浅村くんあたりがドッキリでスカイダイビングの予定でも組んでるんだよ。ねえマーヤ、さっきから聞いてて思ったんだけど、夢とは逆の内容をただ当てずっぽうにそれっぽく言ってるだけじゃない？そんなことないよ。ちゃんと夢占いの法則にのっとって答えてるもん。ほうほう。じゃあこんな夢はどう占う？ある時マーヤがうちに来て遊んでたんだけど。私？そしたら呼び鈴が鳴って、誰だろうって思ったらマーヤが立ってて、呼び鈴が鳴るたびにマーヤが遊びに来て、家がマーヤでいっぱいになって、みんななぜか無表情で迫ってきて、こういうの。ねえサキ、遊ぼう。いやいや怖いよ。とんだ悪夢だよ。私で勝手に変な夢見ないでよ。いや、私も好きで見たんじゃないし。で、どう占う？私がいっぱいってことは逆に私は一人。でも遊ぼうって言ってきたってことは逆に遊びたくない。つまりさっきは私は遊ぶほど仲のいい友達ではなく、無造無造の人間の一人程度にしか思っていなくて、悪夢だ。柔軟性に欠けてるせいでドツボにはまってる。やっぱり当てずっぽうじゃない。今日も見てくれてありがとう。テレビアニメ化も決定した小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。これからも応援よろしくね。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。おまけ。そういえばマーヤの夢は他にも見たんだった。すっごい血まみれでこっちに歩いてくる夢なんだけど。同級生が血まみれになってる夢はその人にトラブルが起こる予兆。なんて夢見てるのさ。ずっと悪夢ばっかりじゃん。もっと幸せな夢を見てよ。それはそう。私もいい夢見たいよ。